はい、ということでできました。まずはね、こちらはい、冷ややっこ冷ややっこね、誰でも簡単に作れますんで。これね、醤油かけない？醤油かけますよ。後でね。もう置いてくれるんだ、このど真ん中に。そしてじゃあスープどね。真ん中に醤油、このでっかい。スープ。スープです。ネギわかめスープ。はい。はい。もう本当まさに本場の韓国で焼くには。じゃあ本場？韓国。ちょ間違えたわ。これはやっぱ麺からで。ね。あららら、麺からピンクですからね、俺ね。入れちゃうやろ。でこれ生姜焼き一つしかないんで。一つしかない。じゃあこれは共有。二人で共有で。はい。追い生姜。追い生姜。追い生姜。やっぱ追われるより追う。追われるよりも追われるよりも追う。そんなこともない。ね、俺は追いたくはない。追いたくはない。米も炊いてたんだ。実はね。はいどうぞ。ありがとうございます。ちなみに本当は逆だそうです。これ右ですからね。はい、ということで完成。素晴らしい。うまそう。うまそう。生姜焼きいいね、豚バラバージョンも。じゃあ食べようか。いいっすか。もう食べて。ちょっとお腹空いちゃって。食べて。いただきます。じゃあ醤油かけます。じゃあ俺スープからいただきますんで。どうですか。普段作んないんだもんだってこれは。いや似たようなものは作るよ。そうなんだ。うまい。うまい。俺が先食うっていうね。絶対違うよね。じゃあいただきますね。食べて。はい。絶対俺が先食うべきじゃないよね。うまい。この間に考えてるから。うまい。うまいね。考えてそれしか出ない。いい、ネギいい感じよ。でかさ。俺が好きなでかさ。よかった。味濃くない？大丈夫？味濃くない？ちょっと俺がうまいっていうことはちょっと濃いかなと思うけど。ちょうどいいと思いますけどね。なんか男飯って言ってんのにずっと細かいことをずっと最初から最後まで細かいことを意識してて。取られてるからね。いつもの見してよ。ほぼいつものですけどね。ほぼいつもの。いつものにプラスしてマサヤのために作った料理ですから。豆腐なんか俺食べないよ普段。いただきます。実は冷ややっこ俺結構ほぼ毎日レベルで食ってます。マジで？最近は。分かってるね。いやすごい分かってるね。ほぼ毎日。マジで？ストックしてある家に。それは何？好きで？好きでっていうのと簡単な一品みたいな。おしゃれだね。すごいね。簡単に一品つけますか？めっちゃ食うからさ。まあ。そう。それで言うと俺だからいつもこれだからね。お腹空かない？これだけだったら。これでこれを尋常じゃない量食うってこと？そう。なるほどね。マジで。魚とかも焼いたりすんのよ。すごいじゃん。すごくねえだろあれ。魚を焼くなんかすごいことじゃないからね。別に何もしてないんだから。あれとか2つとか食べるからね。魚に。そう。何を食うの？魚って。魚？鮭。焼き鮭。やってるやん。最近になってね、カレーの煮付けとか作ったから。それはばあちゃんがよく作ってくれてて、それを食いたいなと思ってたまたまスーパーにカレーがあったから。食べて。メインディッシュ。いただきます。生姜焼き。はい。俺も食うわ。いいわ、めっちゃいいわ。本当？もしかしたらマサヤに味が濃いかもしれない。ちょうどいい。いただきます。うまっ。生姜焼きだね、ちゃんと。ちゃんとタレ入れる前と入れた後で全然味違うわ。生姜焼きになった。生姜焼きになったよね。簡単なんでね。簡単そうだった。適当に醤油とみりんとだしとかぶち込んで生姜入れときゃ生姜焼きになりますんで。めちゃくちゃうまい。本当？ありがとう。マジで。嬉しいね。これはなんだ？
ニンニクニンニク。結構ゴロッとしてる。そう桃屋さんの刻みニンニクです。本当にニンニクだ。桃屋の関係者の方々、媚び売りすぎやって本当に関係者にありえないくらい使いますから俺マジで。桃屋のニンニク。それ自体にも味がついてんのよ。なんかね、そうもうちょっとついてる。それ万能なんでいつでも待ってます。お願いします。お願いします。本当家にストックがありますからね。何社に媚び売んねんこいつは。米とかも食べないの？いや食べますよ。めっちゃうまいの。まさやに作ったからさ俺は。でもさ、ほんと目分量やからみんなにね同じ味食べさせられないよね。もうやっぱ俺流で。料理する人はさ、もう自分の好きなようにやればいいじゃん。だいたいレシピ通りやったら薄いのよ。感覚がね。俺の中で。俺みたいに濃い味が好きな人は自分で味見しながらやるのが一番ね。いいベスト。なんか次作りたい料理とかあるの？こう作ったことなくて、なんか最近めっちゃ挑戦してるじゃん。してます。豚の角煮とかさ。次はチャーハン。チャーハン。チャーハンを極めたい。そうだ。これを機に料理チャンネルを作ってください。藤島京介流料理振る舞うチャンネル。を誰に振る舞う？メンバーに。振る舞ってくれるんだ。だから記念すべき第1回。これ1回やろ。この1回目でした。これが1回目だったそうです。初めてのね、やっぱ誕生日おめでとう。ありがとう。だからこれだ、こっから新たに始まっていくチャンネルにしていこうかなと今思いました。今思った。好きだしね、料理好き。料理チャンネルやる一緒に。やりたい、全然やりたいね。料理スイーツとかでやりたいわ。そうじゃん。じゃあ今一番作りたいスイーツはシュークリームです。シューから？シューからシューってあれどうやって作るの？あれ何？元はもうほんと小麦とかじゃない？でなんか膨らませて。薄いじゃん。生地が水大丈夫？ごめんね水ちょうだい。今気づいたわ。失礼しました。失礼しましたね。こんなもう大失態。いやいや、気遣い。大失態。全然男飯。気遣いができてたらこのタイミングじゃないのだいぶもう終盤なんで。気遣い。やばいね。いやいや、男飯としてはあってはならざる。この水を用意してしまうというのが気遣いがあるから男飯じゃない。どうなのかいやいや、そこはまた違いますからね。これは違う。いや、いい感じにさ、玉ねぎにさ、染み込んでんのよ。本当。嬉しいね。レン君とやってたんでしょ、料理。まだこれを撮ってる時は見てないですから俺は。そっか。何をやったんでしたっけ？イタリアン。パスタとレベルが違うね、やっぱりな。待ってでは話聞いてください。パスタとリゾットとフルーツのサラダ作ったんですよ。キウイとカキと生ハムのサラダ作ったんですけど、それなんで？大失敗という。マジで楽しみだね。楽しみにしてください。これが出てる時にはもう出てるからね。見てください、そっちも。で、最後のいただきます。すごいよね。何が？美意識が。美意識というか、本当にもうすぐジムで走るし、隙をついて歩きますからね、彼はね。よく出くわしましたよね。よくいるよね。行き過ぎだよ。行き過ぎ。忙しいのにさ、本当。たまたま会う。たまたま行った時に会う。それで言うと俺もそうかも。だからそんな行ってるわけじゃないよ。走るし歩くし、脂質は気にするし、まあほどほどにね、ほどほどに気にしてます。やっぱすごいな。なんか料理するようになってから分かんないじゃん。どれだけその
栄養成分表なんてないじゃん。そのパッケージというかさ、で絶対裏にさ、成分表書いてあるじゃん、はいはいはい、で分かるじゃん大体、うんうん、でも自分で作ったら分かんない。まあ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 、だからこそちょっと気にするようになったかも。それ油の量を少なめにするとかってこと、肉から出る油も、素晴らしい。いやそれ摂取したらねちょっとすごい量になりそうやから。あ、それを気使わないと、いや大丈夫これ今日は、大丈夫だった？いやでも抜いてくれてたよね油。ちょっとね、ちょっとね出てた油、じゃあまあ最後ちょっとやっぱ最近は木村さんね、はい、やっぱ俳優業でもご活躍されてるということでねまあちょっとそうですね、映画公開されてたりね、まあそういう話も聞いていきたいんですけれども、聞いてくれんの？なんでねじゃあ最初、演技をやりたいと思ったんですか？小学生の時とかに心のノートあったの知ってる？道徳の授業とかでなんとなく心のノートっていうのがあるんですよ。でそこに将来の夢俳優って書くくらい一個の夢ではあったんですよ。まあやっぱりその時の夢って別に消えてなくって、でやってみたいっていう気持ちはずっとあったんですよ。じゃあもうそのダンスをやり始めて、ダンサーとして活躍されて、っていう時にも思ってたってこと？まあでもその頃にはそんな可能性が自分にあるとは思ってなかったから、まあ言ったらちょっと別の道を選んだような、つもりだったんだけど、こうやってまたこう戻ってこれて、その一番最初は自分でちょっと挑戦してみたいですって言ったの？会社に。言ってない。どうですかって言われて、じゃあ別にずっと会えないようになってもうなんか演技挑戦してみたいなって思ってたってよりも、そういうきっかけがあって来たで興味もあったから、最初が私のですよね。そう最初が私の。どうでした？言うたらもう最初だったね。もう何も分かんないわけじゃん。何も分かんないけど監督がすっごい優しい方で、いいね。監督のおかげで芝居の世界にこうトラウマなく入れたというか、すごい前向きに取り組めた。いいね。そう今はもうさらにまあいろんな作品に関われたら嬉しいなと思いますけど、クワトロ主演ね公開されてますよね多分ね。もうこの頃にはね、多分ね今後のね木村柾哉にも交互期待という、ラブコメって聞いて多分構えた人多いと思うんですけど、ほぼコメディ全振りっていうか。おんぶしてたのに、ラブ米みたいなくらい、米がでかい、米が強いんで。今後やってみたい役ね、犯人役系、そっち系ダークな方やったらどうって、ミステリーとかいろんな人に言われるんですよ本当に。合いそうだねって、言われるんですけど、どうですか？ただ一部ファンの方からはそういう役はやめといた方がいいからねみたいな。確かに嫌な役の人って嫌なイメージちょっとつくもんね、その期間ね、この人すっごい嫌な役だったから、あんまりって言う人もいるだろうし、でもそういうのにもチャレンジしてみたいと。まあいつかはやってみたいですね。本当いろんな場所で活躍されてる、今回はね、本当にマルチにそっち持ってくのね、ご活躍されている、木村柾哉さん、お越しいただきました。いやあれもう自分の番組じゃん。もうあれ、記念すべき第1回のね、ゲスト、あれお返しじゃないのこれ、お返し会ではないの。本当にきっかけを作ってくださってね、本当にありがとうございます。うまい具合に1回目にしてるよ自分で。今後ね続いていく番組ですけども、これはそうですね。また週替わりでいいんですか？週替わりで一緒に番組作り上げていきたいと思っておりますんで、今後のね INI の料理チャンネルもぜひご期待ください。ご期待ください。おめでとう。ありがとうございます。あくまでね木村柾哉の誕生日プレゼントとしてやりましたから、ありがとうございます。ということで送りましたけど、柾哉誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとうございました。そしてこれからの INI 料理チャンネルよろしくお願いします。バイバイ。お願いします。